おはようございます。アーキースチューデンツです。今日は負荷計算を行っていきたいと思っています。では行きます。大まかにこの上の部分と下の部分でやることが変わるんですけれど、下の部分は後半で紹介します。で、上の部分は前半で紹介します。動画は一つにまとめてます。この Honeybee Model 2 OSM を使って、まずこの左の建物が何にそのエネルギーを消費しているのかというのを計算してみようと思ってます。で、下の部分はハニービーのピークローズを使ってピーク負荷を計算してみようというのをやってみます。まずモデルを作っていくんですけど、今回モデルはすごい簡単に作ってます。ハニービーのフェイスからこのルームを作っていくんですけれど、フェイスのジオメトリーはこちらの、ちょっとお待ちください。この2枚というか2つのジオメトリーに分けて作成していきます。で、これ、ちょっとわかりにくいんですけれど、この横って言っても、手前と奥の2枚の面は、こっちですね。こっちで、この残った4面を上の断熱っていう設定している、このハニービーフェイスとしています。この BC as list なんですけど、これはその境界条件の設定を調べたところ、境界条件の設定をしているところみたいでした。で、今回断熱っていうのを設定してて、この2面のとこには屋外、アウトドアというのを設定しています。この辺の詳細はちょっとまだ検討できてないので、一旦これで設定してみます。そして、このハニービーフェイス、2面の部分のハニービーフェイスにアパーチャーズバイレーション窓をつけていくんですけど、手際がちょっと悪くて動画が長くなってしまったらすいません。ちょっと早くやります。これは何回か前の動画とかでも紹介してるんですけれど、比率によって窓が作られるという優れものですね。で、サブディバイディット。これフォールスだとディバイドが分割するという英語なんですけど、分割されなくて、トゥルーにすると分割がされます。そしてこれをつなぐことで窓が作られて、この窓が作られた、面をこちらにつないでいきます。こちらですね。で、このハニービールームは、閉じてないとエラーになるので気をつけてください。このオブジェクトが全部閉じてないとエラーになります。そして次に、絶対設定しないといけないというわけではないんですけれど、前回設定してみたので、今回も設定してみようと思ってます。
Honeybee Construction Set by Climate。で、これは何をするかといったら、コンストラクションタイプなんで構造ですね。今回鉄骨選択してます。で、Honeybee Blend Program Types。こちらは、おそらく用途ですね。で、ラージオフィス、大きなオフィスを今回選択してます。で、これをコンストラクションセットとプログラムにつないで、一応今回のこのハニービールームは大きなオフィスで鉄骨だと。で、窓が2面ありますと。奥にもあります。ですね。これでいきます。で、次に機器を入れてみたいので、ちょっと今回これ外します。2B の All Air HVAC。これの絶対必要な条件。最初にアンダーバーがついてると絶対入力しないといけないので、これに 2B All Air HVAC テンプレートですね。こちらを選択していきます。今回適当に VAV、こちら with ガスボイラー、リヒートというのを選択しています。これに特段こだわりはないので、自由に設定していただいて大丈夫です。そして、この HVAC を入れたモデルですね。ルームズをつないでモデルにしていくというのが、今回のモデルの大まかな流れです。そして、次やっていくのが、シミュレーション、エネルギー消費量を算出する Honeybee Model 2 OSM というコンポーネントには気象データとかがいります。で、今回、なんか詳細な設定って書いてるんですけど、これ、Honeybee シミュレーションパラミータ、詳細な設計っていうコンポーネントがあったので、今回はちょっと使わないんですけれど、使ってみてもいいのではないかと思いました。結構、いろいろ設定できるみたいです。なんかシャドウとかですね。で、絶対必要なものを今回入力していくので、気象データの入力をこのレディーバグダウンロードウェザー、ダウンロード EPW から持っていきます。で、この気象データの取得は前回の動画でやってます。で、このライトとランですね。このランにトグルを、つないで、トゥルーにすると計算が実行されます。一応このコンポーネントは Honeybee Visualize by Type といって、今緑でライノが選択されてるんですけど、可視化ですね。これは、ちょっと待ってください。Honeybee モデルにつなぎます。これで可視化されて、ちょっと実行します。実行されて、Honeybee End Use Intensity というコンポーネントにつなぎます。で、つなぐのは SQL ですね。SQL をつないでいただいて、この一番上の EUI っていうのが、おそらく
年間の平米あたりのエネルギー消費量で、2番目の EU エンドユーズっていうのが、その内訳ですね。150、これおそらく全部足したら158になると思うんですけれど、その内訳で、じゃあその内訳のものを何に使ってるかっていうのがエンドユーズイズですね。ヒーティングだとか、クーリングだとか、インテリアだとか、エレクトリックエクイプメントとかですね。で、一番多いのが3番目。電気の設備、機器ですね。機器に多いという結果になりました。今回は、そうです。あ、ちょっと、これを、ちなみに今から実験してみるんですけれど、これはハニービーのアプライデイライトコントロールというコンポーネントで照明の制御を行ってくれてます。照明入ってないじゃないかって思う人もいると思うんですけど、ハニービーのモデル自体におそらくデフォルトで負荷が計算される、含まれてるっていうものな気がして、なのでさっきライトの照明の負荷が発生しているということが考えられます。で、計算するんですけれど、照明を入れた場合と、照明の制御を入れた場合と入れてない場合で、どのくらい変わるのかっていう。インテリアライトに 7.889 ですね。照明の制御を入れたら 7.889 で、照明の制御を抜いた場合をやってみます。7.889 が照明の制御ありですね。ライトが 17.833 になったので、照明の制御の効果が出てることがわかります。さっきの方が小さいので、照明の制御を入れると、ライトニング、照明の負荷が下がるという結果が得られています。こういった風に、いろいろコンポーネントがあるので、試してみると結構面白いのではないかと思います。で、次行くんですけど、もうモデルはさっきと一緒です。本当にさっきと一緒なんですけど、このような感じで、これもさっきと一緒で、今回は何かちょっとあるんですけど、回転するコンポーネントですね。こういうのを使ってみると、どの角度が一番日射負荷じゃなくてエネルギー消費量が少ないかみたいな最適化もできるのかなと思って、今回入ってます。
建物の位置っていうか、角度を決めるみたいな実験もできそうだなっていうので入れてるんですけど、今回はもう、ちょっと時間もったいないので、試すのはもったいないので180度にします。いつも1個だけやってるんですけど、ちょっと2個やってるので、なんか動画の長さかさむかなと思って、説明省いてるとこもあります。すいません。それで、ハニービーのピークローズなんですけど、これは負荷計算のピーク負荷を計算するものです。で、もうこのオブジェクトからつないで、ちなみにこの回転入れなくても、例えばこれからこれに行ったりもできるので、とりあえず実行します。で、今回グラフ可視化してます。で、オブジェクト一旦消して見えなくします。で、できたのがこのピーククールですね。ピーククールが2429だと。この左手の、これがクーリングの火のピークがここら辺だと。で、これ横に見ていくと、2400くらいですね。だいたい合ってるのではないかと思います。で、クーリングとクール、ちょっとなんて言うんかわかんないんですけど、クールバルって言います。クールバルを可視化します。で、レディバグのマンスリーチャートにつないでいきます。で、ちょっとこれ一旦判例外しますね。まず、ベースポイントを決めます。ベースポイントは、そのグラフのどこに作るかっていうものです。1個目のクーリングを000のところで作りたくて、クールバルを5、10、13ですね。13の1300のところで作りたかったので、ベースポイントにつないでます。で、それぞれにつなぐ、対応するように、それぞれのデータですね。このデータと、このデータは000で、このデータは1300に対応するようにしたかったので、このグラフとツリーでシンプリファイにしてます。で、グラフと、ただのグラフとツリーだと、ただのグラフとツリーでもいけたんですけど、シンプリファイにして、これを0と1にしたかったので、シンプリファイにしています。0と1きれいにしたかっただけです。どっちでも、これそのままつないでも大丈夫です。で、y のディメンションですね。なんか幅を設定してくれる。例えばこれ3とかにしたら、今高さが小さくなったんですけど、例えばこれ、癖にもつなぐと小さくなるというものですね。この1マスが1だと思うんで、1、2、3、4ですね。今、y の高さが4だと。で、積み上げですね。スタック。これをホールスにすると積み上げなくて、トゥルーにすると積み上げてくれます。
で、時間軸なんですけれど、この下のところに時間軸をこれで表示してくれます。で、最後です。最後に、レジェンドパラミータ。こちら、色、わかりやすくするために作りました。レジェンドパラミータの最小と最大設定しています。マイナス100と3000ぐらいですね。これは出た値によって全然変えても大丈夫です。で、小数点第何位にするかですね。例えばこれ2だと、小数点第2位までなります。で、カラー設定してます。この青色が、このデータに対応するようにクーリングですね。で、このレインボーの方が、こっちに対応するように作ってます。で、これを、ちょっと待ってください。これを、こうして、これ、デュープリケットデータって言って、順も最初わかんなかったんですけど、この青のデータをシンプルにこのナンバーの数だけ複製するというものなんですけど、なんか2個以上データ入力しないとダメみたいで、例えばこのデータだけ作るにしても、1色で作るにしても、このデュープリケットデータみたいなので、データを複製して2個以上のカラーで入れないと、エラーになるので気をつけてください。この青色は、今2個あるんですけど、これに対応しているということで、このインデックスカラーの方は、こっちに対応していると。クールバルですね。クールバルの方に対応しているということです。で、これ何してるかって言ったら、リプレイスパスで、これ、こう見てください。1ですね。で、これ0です。で、こっち持ってくると、こっち0なんですけど、0を1に変えると。0を1に変えて、で、これ見たら、0、1ですね。なので、0がこっちに対応してて、これがこれに対応してるということで、色が描けます。で、クールバルなんですけど、こっちがピークですね。で、これも何に何の負荷が発生しているかっていうのを示しています。照明だったり、人体負荷だったり、あと日射だったり、それに対して冷房を使ってるというイメージです。ちょっと説明は具体的に今考察中なんで、皆さんもぜひ考察してコメントで何かいただけるとありがたいです。質問とかその意見とか全然コメントに書いていただけると助かります。研究内容的にこういう方が近いので、今後こういうのもどんどんやっていきたいと思ってます。以上で家計さんになります。ご清聴ありがとうございました。コメントとかいいねよろしくお願いします。